静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は学術院教育学領域英語教育系列の内田めぐみ先生をご紹介します。研究分野は人文学、言語学、英語学としており、現在の研究テーマは英語の機能文法に関する研究、生成文法研究です。教育学部英語教育講座に所属し、英語学を専門とする内田めぐみです。大学入学後、1年生に共通英語でお目にかかる機会が多いですが、その教員の多くは教育学部、人文社会科学部、情報学部、大学教育センターに所属しています。そして皆さん細分化した専門分野を持つスペシャリストたちです。その一人として私は教育学部で英語学分野の研究と講義を担当しています。ところで英語学とはどんな学問でしょうか。それは英語という言語そのものに関する分析を重点的に行う学問分野です。世界にある言語全般を研究する分野を言語学と呼ぶならば、その部分集合であるとも言えます。親戚関係には日本語学、ドイツ語学、中国語学などなど各言語別に区別すればキリがないでしょう。しかし一言で言葉を研究すると言っても、その切り口や方法はこれまた数限りないでしょう。例えば日本語も古典があるように、英語という言葉そのものにも歴史があります。このような古くからの英語の歴史をたどったり、使われている作品の文体を調査研究する分野もあります。しかし私は現代使われている英語に焦点を絞ります。次に問題となるのは、いわゆる言葉の料理法です。1の図を見てください。英語学は文系領域に属する学問という人もいますけれども、その中で私の専門の中心となる言語理論の研究スタイルは、どちらかといえば理系型に所属します。背骨となる研究スタイルは、まず仮説を立てて、次にそれが正しいかどうかをデータで検証して、判例が出れば再考して仮説を修正し、新たなる仮説を作ります。そして再び検証というような循環論のような手順を経て、より確かな仮説へたどり着いていくのです。このような研究法を科学的と仮に呼ぶことにしましょう。したがって我々は言葉を科学しているのです。この精神は1957年チョムスキーというアメリカ人の言語学者が提唱して、現在も活発な理論展開を見せる生成文法という研究分野での基本精神でもあります。生成文法研究の究極目標は、図の1に示したように人間が自然に言語を習得するメカニズムを明らかにするという壮大なテーマです。人間は5歳ぐらいまでであれば、周囲で話されている言葉を無意識に習得して操れるようになっていきます。大学で勉強する英語授業とはわけが違いますね。これは人間の持つ素晴らしい能力でありますが、いつどのようにして習得していくのでしょうか。少なくとも私たちは言語を両親はじめ大人から教えてもらいながら育った記憶は誰にもありません。ところで意思疎通ができるまで言語を習得するにつれて、すなわち大人になるにつれて、これまた自然に体得するものに、相手の気持ちや置かれている状況を意識した言葉の使い方があります。個別の言語が持っている規則や性質を反映しているものから、社会現象や技術革新と関連するものまで様々です。
一例を挙げれば敬語の使い方などもこの分野ですね。このような事象を研究する領域を2に示すように語用論と呼びます。現在私が研究するもう一つのテーマはこの解分野の一つである機能文法という分野に属します。研究手法は生成文法と同じく科学的をモットーにしますが、さらに言葉の研究の範囲を生きた言葉を科学するまで大きく捉えます。ここまで皆さんに言語の研究とは何かということを私の専門とする領域を紹介しながら大まかな説明をいたしましたが、少しだけでも分かっていただけたでしょうか。次からは順を追ってより分かりやすく見ていただくことを試みましょう。それではまず生成文法の先ほどの目標、すなわち言葉の自然習得についてのモデルを用いて優しい解説をしてみましょう。2のモデルにおいて真ん中の言語習得装置がすなわち人の脳の一部と考えてみましょう。そうすると入力となっている左側の第一次言語資料は子供が生活している時に最も近くから聞こえてくる何気ない大人の会話などを想定してみましょう。そして出力となる右側に位置する文法とは第一次言語資料となる言葉を司る規則集とそれを元にした同一の言語と考えられます。日本語が第一次言語資料の時は同じ日本語を喋れるようになるというその仕組みを表しています。モデルには単純化するために盛り込みきれないこともあります。ここですぐわかるのはこのモデルには時間的流れに関する言及がないということです。さらに人間の学習過程にも触れられません。チョムスキーたちはより突っ込んだ研究をするのに差し当たりはこれらは考えないでよいというような方針を立てて研究をしてきました。しかし現実を無視しないで、すなわち時間的経緯を無視しないで、そしてまた習得にはその前に獲得した知識を活用して次のステップへ移行するというそういう修正案を取り入れたモデルが範例として提示されました。3ということになります。習得段階を表示して特に段階の2では段階1で獲得した出力1の知識を仕込んだ形でモデル化してあります。3のモデルは多くの生成文法研究者に支持されたとは言えませんが、そこで起こった議論は1で見た研究手法にのっとり2に修正を加えた典型例と言えます。ちなみに私は3のモデルを支持しています。生成文法は何度も話していますように言語の自然習得メカニズムの解明を標榜してきましたが、その研究の中でさまざまな言語の本質に迫ることができました。英語という言語の構文特性を紹介してみます。4の A と B は単語は異なりますが on という語を含んでいます。しかし4の A は put on で着るという意味になり、いわば熟語であります。4の B は文字通り電車の上に乗るで乗車するという意味になります。表面は似通った文字の配列であっても、このように語と語の結びつきに差が出るのは、構文には内部に構造があるという仮説が提唱できます。この考えは生成文法以前の言語研究にはなかった画期的なものでした。生成文法で開発されて精緻化された例をもう一つ見ておきましょう。
語は WH 語で尋ねる疑問文がどのようなプロセスを経て出来上がるかを図に示したものです。学校でこれに似た指導を受けた人もいるでしょう。ここで注目することは、ある構文をもとに語句を移動することで別の構文に変化していくこと、そして動かされた語句の後に表面には見えないけど、図ではアルファベットの T で示してありますけれども、そこにあったという痕跡という考えを導入した点です。自然な習得を成し得るのは幼少の子供ですから、バラバラに膨大な数の英語構文を覚えるよりも、基礎となる構文から様々に構文が派生していくと捉える方が説得力があります。また WH 語の出処進退を明らかにすることは、正しい疑問文を作る際に重要な判断に結びつくのです。ここからは時間軸や習得の順序を意識した修正版の言語習得モデルが優れている具体的な証拠に迫ります。6から8の英文を見てください。皆類似された単語が使われており、意味も3つの文に大きな隔たりはありません。ここで8のように本来冒頭にあるべき I presume という語句をカンマをつけてあえて文末に置いた構文を挿入節構文と呼ぶことにします。presume は think や believe と同じく人の気持ちを述べるタイプの動詞というふうにまとめられ、Q の図のようなプロセスで大文字で書いた think タイプ挿入節というものを作り出します。すなわちこのタイプの挿入節は前のスライドで示した6の平序文が7の同じ意味を持つ presumably という副詞の存在に影響されて8の挿入節は派生すると概略考えられます。ここからわかることは、このタイプの挿入節習得の時間的経緯と習得には順序とその応用があるという過程です。この仮説を支持する現象をさらに見ていきます。挿入節構文には12のような指向動詞の他に10に示した伝達動詞を用いるタイプがあります。これは think タイプと同様な分析ができるのでしょうか。少なくとも11の間接和法が関係していることは想像ができます。以前の think タイプと比較した13の図において、斜線で示した部分に何が起こるかということに興味が湧きます。すると14のように正タイプの平序文を元にして正タイプの挿入節が出来上がるには think タイプ挿入節をモデルにして、それに加えて直接和法の配列をも参考にしていると考察されます。さらに調べると、何かしらの動作をしながら口頭で伝達する意味を持つ動詞を挿入節に持つ、そのような文も浮かんできます。例えば15のチャフルはクスクス笑いながら話すという意味を持ちますから、正プラスアルファという意味内容を持っているという特徴があります。しかし正などの挿入節に現れる伝達動詞に比べて重大な相違点があるのです。それは16に示したようにざっと節を後ろに従えることができない点です。アステリスクは容認されない文や構造を示しています。言い換えれば、
間接和法の形式がなく、直接和法17が存在するだけで、間接和法スタイルまたは平序文である16がないのに挿入説15は起こりうるという事実があります。これはどうやって説明すべきでしょうか。ここで注目することは、チャクルタイプ挿入説は大半は正などの純粋な伝達動詞が用いられるので、使われる頻度数は多くはありません。これは習得の順序が正タイプからチャクルタイプへ進んでいくことを示唆するものであり、最初の頃に見ていただいた言語習得は獲得した知識を応用しながら完成していくことの証拠に他なりません。そこでここまで分析した伝達動詞型挿入説は18のような経路をたどって習得するのではないかという仮定が得られます。問題となっているチャクルタイプは正タイプ挿入説の基本となる正プラスザット説という平序文の影響を使用上において受けて、さらに直接和法がチャクルタイプには存在することと、出来上がって使用されている正タイプ挿入説に後押しされて派生したと考えられます。習得時におけるギャップを埋める行為とモデルを拡充する行為という2つの言語中枢に作用する大事な仕組みが考えられます。生成文法研究は大きなテーマに向かって邁進する道筋においても、英語挿入説のようなとても小さな現象を大事にしながら自由な議論が交わされてきたこと、それに理論発展の足跡がありました。見えない世界を仮定するので捉えにくい側面があることも事実ですが、理論が発展していくエネルギーを常に秘めているというふうに言うことができると思われます。最後に私の2つ目の研究テーマである生きた言葉を科学するということについて簡単に触れます。私たちは人に伝えたいことがある場合に言語を使って意思表示をします。そして最も伝えたいことは聞き手が知らないだろうと予想されていることです。また背後に話し手も聞き手も知っていることが存在します。このことをスライドは示したように旧情報と新情報の定義としてまとめられます。新情報と旧情報は英語においては旧情報が前方、新情報は後方に排出されることを好むという研究成果が明らかにされています。それを19に示してみました。しかしこれはあくまでも原則であって規則ではありません。例えば音声言語ではこの原則は簡単に破られてしまうほど緩いものと考えてください。また英単語を配置する規則、すなわち私たちが学校で習っている英文法規則を破ることも許されません。さりとて言語使用においては伝えるための工夫を無意識に人間は試みているということも注意しなければなりません。私が所属する教育学部は学部名が示す通り教員を目指す学生さんが多く在籍しています。特に私の専門領域から育っていく英語教員が実際の授業で直面する話題は言語使用を睨んだコミュニケーションとしての英語を効率よく教えていくことが求められます。まさにこのことと言語運用面の研究成果はリンクをしていると言えます。以上見ていただいたように言語の特性を掘り下げる一分野として習得というキーワードを意識しながら構文派生の理論を仮説そして修正という方法論を用いて述べてみました。さて、教育学部英語科のスタッフの中で一番小難しいことを研究している私ですけれども、
普段の生活について触れてみます。これといった凝っている趣味は現在はありません。かといって英語漬けの生活は好きではありません。高校生の頃は郷土研究部に属して安倍川上流地域などへ合宿調査に行ったりしていました。民族学の入り口みたいなことを顧問の先生と一緒にやっていたことが思い出されます。お年寄り、あるいはそれ以外の方たちのとても温かいお気持ち、そしてそれを高校生として目の当たりにしてとても嬉しく感激したものでした。そんなクラブ活動をしていた元は日本史が好きだったということがあります。大人が読む歴史書だけは夢中になって読んでいた記憶があります。我が郷土研究部には日本史関係の職に就いた同窓生も何人かおりますが、残念ながら私はその方向へは進みませんでした。今は忙しくてとても無理ですけれども、時間に余裕ができたらピアノ曲などを聴きながら日本史のシリーズものを読んでみたいなというふうに思っております。普段の研究、特に執筆や発表には家族の支えのほかにうちのゼミ生たちの目には見えない応援があります。少しだけ紹介をします。この写真は英語学を専門とする大学院生とのゼミ風景です・毎年ではありませんが、中規模の学会で発表をしている院生がいます。授業やゼミで彼女らと議論することで思わぬ発見をすることがあり、私の楽しみでもあります。こちらは先日開催した英語学関係者が集まって卒論・修論の中間発表をいたしました。その風景です。近年ゼミ生が多く4時間近くに及ぶ会ですけれども、ゼミ生、その友人、そして学部を超えて同じ学問を追求している若者がたくさん集まってくれます。そして学部を超えた先生方もおいでになります。私の研究領域はさまざまな角度からの意見や情報を検討しながら次のステップへ導かれることが多いので、まさに静大英語学の発展に寄与してくれています。自分はこのキャンパスで恩師や友に恵まれて静大入学前に期待していた以上の学生生活を送ることができました。そして大学院で外の空気に触れて研究修行を積んで縁あって母校へ戻ってきました。静大生はここに示したようにいろんなタイプの人たちがいます。そしていろいろな可能性を秘めています。決してエリート校ではありませんが、良い意味で境界線の大学だと思います。そして歴史を作るのはあなたたちです。ご清聴ありがとうございました。